1960年代の北九州市は深刻な公害に悩まされておりましたが、現在ではこちらのように青い空と海を取り戻すことに成功しております。こちらの写真が1990年代に撮影したものですので、およそ30年の時間をかけてこの環境を元に戻すということができたということになりますが、30年間の間に自然の回復力だけではなく、いろいろな人たちの取り組みがここに加わったことで元の環境を取り戻すことができたということが言えます。北九州市の公害対策を推し進めるのに大きな影響を与えたのがこちらの婦人会、いわゆる主婦の皆さんたちでした。その中でも戸畑区という大気汚染が激しい地区に暮らしていた婦人会の一グループが、なぜ我々の生活はこのようにいつも続けているのかというのをある年の婦人学級の題材に取り入れました。主婦の皆さんたちは公害に関する基本的な知識がないところから活動をスタートさせました。初めの頃は洗濯物を屋外に干して、その布がどれぐらい黒く汚れているか、また縁側にお菓子の空き缶を置いて一定の期間どのぐらいの量すすがその缶の中に降り積もるかなどの量を見ることからスタートさせております。そうした一婦人会の活動が少しずつ戸畑区内で広がり始めて、ついには大学の専門の先生に公害に関する指導授業を受けて勉強するところまで発展していきます。婦人会の皆さんたちは先生から教わった知識をもとに大気や水質に関する測定を行っていって、その結果をグラフにまとめました。そうしたグラフをもとに北九州市役所に工場と掛け合ってほしいという要望を行うまでに至っております。その他にも婦人会の皆さんは青空が欲しいという言葉をスローガンに公害の記録映画を作成したりもしました。その記録映画は全国で上映されて、公害に悩んでいる地域、そして公害とは無関係の地域、さまざまな地域の皆さんに北九州市の現状を広めるということにつながりました。こうした市民の要望を受けて北九州市の公害対策というのはどんどん進んでいくようになりました。市民の声を受けて北九州市役所もその後さまざまな条例の整備などに取り掛かり始めます。当時国の定めた公害に関する法律というものはありましたが、その環境基準をきちんと守っていても大気汚染や水質汚染は改善することはありませんでした。それを受けて北九州市役所は法律の定めた環境基準よりももっと厳しい、日本一厳しい環境基準を設けた公害防止条例というものを作ります。そしてその条例を守れる企業と公害防止協定というものを締結しました。その条例の中で決まっている環境基準がきちんと守られているかどうか、現在でも24時間体制でモニタリングを続けております。大気汚染の数値が基準値よりも上回ってしまっているということが分かった場合、行政側からすぐに企業に連絡が行くような仕組みがこの時にできました。また洞海湾に注いでいた家庭からの排水というものも問題でしたので、下水道の普及を急いで進めました。下水道の普及が進んだ結果、洞海湾に注ぐ家庭排水の量がかなり減り、洞海湾の水質の改善にかなり大きく役立ちました。現在の北九州市の下水道普及率は 99.8% で、ほとんどの家庭は水洗化しております。日本の平均の下水道普及率が 80% を少し割るぐらいですので、北九州市の下水道はかなり市内のいろいろなところに広がっているということが分かります。ここからは工場の取り組みについてご紹介いたします。市民から大気汚染や水質汚染を改善してほしいという要望を受けて、企業がどのような取り組みを行ったのかということについて、こちらのパネルでご紹介しております。まず大気汚染に関してですが、工場内で出てくる廃棄、汚れたすすや塵などを集めるための大掛かりな装置の開発を進めました。ですが、こういった装置の開発には時間がかかりますので、それと同時進行で行ったのがこちらの煙突の高層化です。これまで工場で使っていた煙突の高さというのはあまり高くありませんでしたので、
煙が市街地に流れることが多かったのですが、煙突の背を高くすることで街中に流れる煙の量を減らしました。そしてその工事と同時進行で装置の開発を進めております。また工場の中で使う燃料の切り替えも行いました。初めの頃、石炭を焚いて工場で使っていた間は黒いすすが空気の中にたくさん広がっておりました。それがエネルギー革命で重油を使う量が増えたところ、今度は喘息の原因になるガスが出てくるようになりました。そこで現在ほとんどの工場で使われるようになったのがこちらの液化天然ガス LNG と呼ばれるものです。この LNG は低公害燃料と呼ばれており、大気汚染物質が比較的少ない燃料です。こちらの燃料を使うことで大気中に広がる汚染物質の量を減らすことにつながりました。次に海に関する取り組みがこちらのパネルでご紹介されております。東海湾の海底に溜まっていたヘドロですが、大量の量が堆積しておりました。その中でも特に水銀の濃度が高いところから8箇所を優先して海底から掘り出す浚渫という工事を行っております。こちらの大型船のクレーンの先につけたグラブバケットという特殊なものを使って海の底からヘドロを掘り出し、これを隣の運搬船に乗せて工場まで運びました。そしてこのヘドロは工場の使っていた港の中に埋め立て処理をして、もう外に出ないように封じ込められております。また工場内で使う汚れた水というのは水質を浄化するための装置を開発して必ず工場の中で繰り返しきれいにして使うことを現在では徹底しております。こういった工場の取り組みのおかげで、北九州市の大気汚染、水質汚染というのは少しずつ改善していきました。この話を聞いていると企業側にマイナスばかりがあったような印象を受けるかもしれませんが、企業の方でもこの開発のおかげで省エネ技術、そして少ない資源で同じぐらいの製品が作れるというような技術がどんどん進んでいったおかげで、悪いことばかりではなかったということが言えるようです。こうして北九州市の公害対策というのはまず市民の声が上がり、それを市役所がきちんと聞き入れ、また企業側も市民が要望していることであればそれに応じなければいけないという高い志をもとに、それぞれの協力関係で最終的には改善されていきました。この北九州市の公害対策の間にたくさんの環境改善技術というものが開発されております。北九州市は現在公害に関する悩みというものはかなり少なくなりましたが、海外で当時の北九州市と同じような問題を抱える国々がまだたくさんおります。現在北九州市ではそういった国また地域の皆さんに環境国際技術協力ということで、この当時の北九州市が開発した大気汚染や水質汚染を改善する技術を伝えているところです。具体的にどういったところにそうした技術協力を行っているかといいますと、東南アジアの国々を中心とした130以上の地域などとの交流を続けております。いくつかこれまで行ってきたこと、また現在行っていることをご紹介いたします。まず北九州市と姉妹都市である中国の大連市というところがございます。こちらの大連市は1990年代の初め頃、大気汚染に非常に悩まされておりました。その大連市からの要請を受けて北九州市が大気汚染改善のためのマスタープランの策定に関わりました。結果的に地域の地元の皆さんの努力というものが実を結んで、現在大気汚染は改善されております。またカンボジアの首都のプノンペンで上下水道の整備にも取り組んでおります。カンボジアをはじめとした開発途上国では水が漏れたり、また水が盗まれるというようなことによって一般の家庭までに届かない水が多くあります。北九州市の上下水道技術は世界でもトップクラスに発展しており、北九州市の技術者が現地に赴いて上下水道の整備に関わり、また現地の職員の育成にも携わっております。その結果、プノンペンの水漏れや水が盗まれるという割合は先進国並みに下がりました。
北九州市のこうした取り組みはさまざまなところから評価されております。国連から表彰を受けたことがあり、またカンボジアの国王からは勲章をいただいたこともあります。このような北九州市の環境に関する取り組みを世界のリーダーもさまざまな方が視察に訪れました。そして2011年には OECD という世界最大のシンクタンクである組織から北九州市に調査団が訪れております。その調査団の調査の結果、北九州市は環境に関する取り組みと経済に関する取り組みが非常にバランスよく取れているというグリーンシティであるという認定を受けました。北九州市はかつて公害に悩まされた都市でありましたが、現在ではそれを乗り越え、環境に関する取り組みを世界の中でも先進的に行う都市として生まれ変わっております。